こんにちは、アルフです。今回はジャンプで連載中のサムライ8の主人公八丸くんのコスプレをしていました。でサムライ8はナルトの岸本先生が原作を務めていて、今連載中です。で衣装とかも結構工夫して作っているので、よかったら見てください。カラコンに使ったのはボニータイズのキャラメルという色です。このカラコン結構ナチュラルめな茶色なので、普段使いにも使えると思います。二重にするのにダイソーのアイテープを使いました。今回は少年のコスプレなので、気持ち控えめな二重幅を作りました。ベースには皮脂テカリ帽子たちと無印のコントロールカラーベースのイエローを使いました。こっちは普通に血が出ないようにするための下地と、口は黄色なんですけど、今回は少年でちょっとイエローベース系の感じなので、黄色い下地を使うことによってそういう日本人的な感じの肌の元となっております。ファンデーションに使ったのがクリオンのクッションファンデです。これは明るすぎず暗すぎずって感じで、いい感じの色味かと思います。でファンデーションの次に鼻プチを入れました。これよりはちょっともうちょい小さい感じのを入れて、普通の人だったらあんま入れなくていいと思うんですけど、私はなるべく入れるようにしています。多分これよりもう一段階小さいやつなら女装とかこういう少年系のコスプレに使えると思います。コンシーラーはこのケイトの硬いコンシーラーでほくろを隠して、こっちのピンク系のコンシーラーと明るいコンシーラーを同時に塗って、クマ消しとあと気になるところとかハイライト代わりに塗っております。フェイスパウダーにはこういうキラキラした感じのフェイスパウダーを使いました。これはツヤが出るんですけど、やっぱ若い少年ってやっぱ肌のツヤがあると思うんで、こういうツヤ系のやつを使ってツヤ感を表現しました。最初にシェーディングで頬のところを削りました。ではいつもよりかはちょっとだけ控えめにします。で次にこっちの明るい色とこっちの暗い色2色でノードシャドウをしました。これもちょっとだけ控えめです。でその代わりハイライトは結構使うようにして、おでこを強調する感じでハイライトを塗りました。で次にこっちのオレンジのチークを目元とこの辺に塗って、ポワッとした感じの目元にしました。こちらアイシャドウが入ったパレットなんですけど、最初にこっちとこっちを使います。こっちはこの黄色系の色なので、目頭よりかはこっちの目尻を塗る感じでこれを塗っていきます。こっちの黄色っぽい色は目頭と涙袋に入れて、でちょっとこっちのオレンジっぽい色を目尻にちょっとだけ入れます。で次にこの眉毛描くやつはこの黄色っぽいアイブロウを使ってこんな風に描いていきます。で八丸くんはちょっと柴犬っぽい眉毛をしているので、長すぎないようにマロ眉的な感じで描くのがポイントです。アイライナーは口のキャンメイクのセピアブラウンのリキッドアイライナーと口のペンシルタイプのブラウンのアイライナーを使いました。でこっちはこっちのあんま目頭には描かずにこっちにスッと流すのと、あと目頭切開ちょっとだけ描くところで、こっちで下まぶたにつながるこういう漫画的なラインを描きました。
今回ブラウンなんですけど、そっちの方がなんかこう目元が薄い印象のキャラなので、ブラックよりブラウンの方が雰囲気が出るかなって思います。で次にこっちの二重とか涙袋を描くライナーでもうちょっとだけ涙袋を描いたり、あとまた下まぶたのとこをもうちょい描いたりしました。でこっちの白いアイライナーで白目の範囲を増やす感じでこの粘膜のところを描きます。こうすると結構少年っぽさが出ると思います。ビューラーをしてから、ビューラーはマジで1回2回ぐらいで大丈夫です。で次にマスカラなんですけど、今回はこう下まつげはちょっと目頭の方をちょっとだけ多く塗るようにして、でこっちの上のまつげはこう目尻の方を多めにしてみました。こういったらなんかこう猫目的な感じになっていくと思います。次にリップなんですけど、リップはこれかなり肌色に近い感じのリップなんですけど、これをまず全体的に塗って、コンシーラー代わりにします。で次にこっちの黄色のグロスでこう内側を塗って、こうちょっとだけ肌色から普通の色に戻す感じです。で次にこっちのオレンジのチークとこっちのベージュのチークを一回この目元から頬骨のあたりにかけて塗りました。八幡くんの特徴的なここのおでこの模様とここの八幡くんサイボーグなんですけどこのサイボーグ的な顎のところを描きました。これはこの薄いブラウンのライナーで下書きした後、こうなんかドンキで買った白塗りのやつでこの真ん中をちょっと塗ったり、あとここを塗ったり、指でここを塗ったりします。でその後にこの黒いライナーでこのおでこの模様を描きます。下の方はもう一回これで線のとこを描き足したり、あとこのさっき使ったやつで線を濃くしたりしました。ウィッグはスワローテイルさんのところです。このスワローテイルさんすごくて、なんかツイッターでこのキャリアやりたいんですってリプを送ると、なんかこのウィッグおすすめですよってリプが返ってくるっていうすごいサービスがあって、私もそれでこの色がいいよって選んでくれたんですけど、結構近い感じですね。毛が跳ねてる感じの毛なので、こうワックスガンガンつけて毛をぴょんぴょんツン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 ぴょんぴょんさせました。でこの髪型はちょっと八幡くんはちょっとパッツンが前髪にちょっとだけあって、あとはこうちょっと短かったりするんですけど、そういう癖のある髪型は難しいので、挑戦するのみって感じですね。で衣装なんですけど、このパーカーは古着のやつを使って、でこことか切ったりここも切ったりして、それっぽい感じにしました。でこの帯の部分は柔道着中学時代使ってた柔道着の帯の部分を引っ張り出してこう巻きつけております。でここのなんか袋みたいなのは中に歯切れが入ってて、中に物が入ってるみたいになってます。これはなんかダイソーで布みたいなのを買ってちょっと縫い付けた感じです。でこの手のやつ、これはこっち側だけなんかボタンがついてるんですけど、これなんかくるみボタンを塗ってつけております。でこのメガネはサンキューマートでこう似てると思ったので買いました。これはダイソーのアームカバーをこれは切ったりして、これちょっと肩が入っています。でこの足の部分もそのアームカバーを切ってこうお揃いみたいな感じになっています。でこのお靴もくるみボタンつけてスリッポンですけどそれっぽい感じに作りました。でこの刀は Amazon で1000円ぐらいの刀買ったんですけど、色が違かったので全部縫い直して作りました。
で星山くんはこう模造刀を持っている感じだったので、まあいい感じに可愛い感じの刀になりました。であとこの特徴的な本眉ですけど、こういうのもキャラの個性だから、そういうのを再現するとぐっと再現度が上がると思います。ダイソーでずっとこうどうやって作ろうかなって考えるのがめちゃめちゃ楽しかったです。あとこういう服選びとかも古着のやつを買ったりして結構安めで完成することができました。そういう工夫次第で誰でもコスプレは楽しくできるものだと思うので、よかったらみんなも気軽にやってほしいです。アルフさんのツイッターでは今までやった動画の写真とか、あと普段のアルフさんとか載せたりしてるので、よかったらチラ見してってください。カワイイパティーンではいろいろな動画があります。でもちろん岸本先生のナルトのコスプレとかもあったりします。よかったら見ててね。実際に刀を振り回すのはやめましょう。あとコスプレの場所によってはこういう対等が禁止されているってことがあるので、そういう人に迷惑にならないようにコスプレしていくとコスプレ界が発展していくと思います。アルフでした。じゃあねー。